Life is Gamble チーター春ポーカーです。はい、ということでね、春ポーカーウィンに来てます。こちらの動画見てもらったら分かるんですけども、春ポーカーね、カメラマン2人のお金を勝手にステーキングして勝手に飛んでしまうというね、惨事を昨日やらかしてしまいました。ということでね、カメラマン2人には本日1人でキャッシュを打ちに行くって言ったんですが、2人に黙ってもう1回ウィンに来てます。こちらのトーナメント表見てもらったら分かるんですけども、ミステリーバウンティートーナメント4日にわたってデイ1が繰り広げられるので、そちらのね、デイ 1C に昨日出ていたので、デイ 1D にね、本日自分のお金で出ていきたいと思います。ということでね、昨日はね、さすがに悪いことしてしまったと春ポーカー自身も思ってるので、なんとかね、このトーナメントで入賞できた場合ね、2人にお金返せたらなっていう風に思ってます。そしてね、デイ 1D ということで、こちらめちゃくちゃ人気のね、トーナメントなので、人がいすぎて春ポーカー座れない状況になってます。現在春ポーカーね、遅めの参加にはなると思うんですけどもね、2人にお金返すために頑張っていきたいと思います。ということで、絶対デイ2残って明日のミステリーバウンティー取っていく。ということで始まりました春ポーカー孤軍奮闘ミステリーバウンティートーナメント。アスカとゴーくんにお金を返すためにも、ここは絶対にインマネを決めます。そのような意気込みでこのハンド、クイーンズミドルポジションからトーナメント待ちがすごくてかなり待たされましたが、300、600、BB アンティ600の時点で座れました。というところでアーリーポジションのプレイヤーまでフォールドして春ポーカーのターンもちろんオープンしていきます。選んだサイズはレイズ1500点。テーブルの顔面偏差値的にもそこまで強そうなプレイヤーはいないので、このテーブルに座れていることを生かしてがっつりとチップを増やしていきたいなというふうに思っています。これマジでライブポーカーあるあるなんですが、顔の作りで大体ポーカーのうまさが分かってきます。筋肉もりもりのガチ濃いやつはうまいか下手かは別にして大体クソアグレです。そのようなことを話していたら BB のプレイヤーがコールしてヘッズアップでフロップに参ることとなりました。フロップはエース7、8の2クラブのボード。春ポーカーにとってそこまで嬉しくないボードが落ちてしまいました。 BB のプレイヤーはこのボードにおいてスナップでチェックを選択。エースも落ちていますし、オリジナルに有利なボードなので CB を打ってもいいのですが、春ポーカー自身クラブも抑えているのでターンリバート見ていってもいいかなと思いチェックバックを選択すると、ターンに落ちたのは4のダイヤ。ここで BB のプレイヤーがベッド2000点を選択。もちろんドローも多いボードなので、この安めのベッドに対しては降りる選択肢はありません。一応ブラフでレイズを返してもいいんですが、春ポーカークイーンズと十分にショーダウンバリューがあるので、そのようなハンドをブラフに回すのは少しもったいないというところで、ターンはコールを選択。リバーに落ちたのは9のハート。リバーは相手からチェックをもらって春ポーカー新バリューを打つかチェックをするか。金は命より重い。悩みましたが、ここでベットしてしまうとエースに放出するパターンの方が大きくなるかなと思いチェックバックを選択すると、相手のハンドは3、4スーツ。ターンで4ヒットプラスフラッシュドローがあったみたいです。引かれなくてよかった。クイーンズの後は目立つ展開がなく、ちびちび減ったり増えたりしている状態となります。ブラインドも結構上がっているので、ここらでドカンと増やしたいなというところで、このハンドエース8スーツボタンから。現在ブラインドは500戦 BB アンティ戦の状態にまで上がってしまっています。現在春ポーカーのスタックは 22、3BB ほどなので、そろそろオールインの時期が迫っています。ここでハイジャックのプレイヤーがレイズ2000点を選択してきました。ブラインドに近いハイジャックからのオープンなので、かぶせてオールインでもいいかなという風に思いましたが、先ほども言った通りメンツが悪くないので、春ポーカーはポストフロップで戦っていこうと思いコールを選択しました。ハイジャックのプレイヤーはオープン頻度も多かったので、そこまでまともなハンドが入ってないんじゃないかなっていう風に思ったのもコールを選択した一つの要素となります。というところで BB もコールして3ウェイでフロップへ。フロップはキングクイーン10の2クラブのボード。春ポーカーにとって激アツのフロップが落ちました。春ポーカーはナッツフラッシュドローとストレートドローがついています。さらにこの3ウェイという状況が美味しい。このフロップに対して BB のプレイヤーがチェックしてハイジャックのオリジナルがどうするか。ハイジャックのプレイヤーは安めの CB ベッド2200点を選択してきました。春ポーカー先ほども言った通り3ウェイの旨味を生かすために、ここはレイズではなくコールで対抗していこうと思います。これだけドローがありありなので、引いた時に大きく取れる戦術を取っています。するとここで BB のプレイヤーからチェックレイズ6500点が飛んできました。まあこれはサイズ的にも安いですし、かなり強そうではあるんですが、春ポーカーどんなハンドに対してもかなりのエクイティを持っています。できればハイジャックのプレイヤーもついてきてほしかったですが、ハイジャックのプレイヤーはフォールドを選択。春ポーカーのバックスタックはおよそ18000点ほどなので、どうせ降りることはできないなというふうに思っていました。 BB のディフェンスレンジにセットはほぼほぼありえないので、あってクイーン10の2ペアぐらいかなっていうふうに春ポーカーは思っています。2ペアに対しても 40% 以上の勝率はあるので、春ポーカーここでオールインを選択。ワンチャンのワンチャンフラッシュドローとかであってくれ。すると相手はここでコールを選択。ハンドはキングジャックスーツでした。オッケー、それならほぼ五分五分フラッシュいけばいい。俺なら引けるよな。
わしが引けぬわけがない。この門の頃目に入らぬか。頼む、引いてくれ。リバーはキングのスペード。いやー、運の月やからうんこつき。ということで春ポーカー早くも一発飛んでしまう結果となりました。ということで春ポーカーミステリーバウンティートーナメント1回は飛んでしまったんですが、アスカとゴーくんにお金を返したいこともあるので諦めきれずレイトレジストでもう一度だけ参加しました。というところでこのハンド9ポケボタンから現在ブラインドが 1000、1500BB アンティ1500ということで 20BB からのスタートです。 UTG プラス1のプレイヤーがレイズ3000点を選択。オープンが入らなければ春ポーカーも 2BB オープンでいいかなっていう風に思っていましたが、ワンプレイヤーでもレイズが入ってしまったらもうこれは仕方ないでしょう。ハイジャックそしてカットオフのプレイヤーがフォールドしたので春ポーカーのターン、ここはもう決めてる。この9ポケで糸を利用した新必殺技。うわー、オールインアタック。春ポーカーはここでオールイン3万点を選択。ここでオープンされた UTG プラス1のプレイヤーが少し悩まれるので早送りにさせていただきます。スナップコールじゃない時点で春ポーカーの 50% 以上の勝率は確保されたようなもんでしょう。キングジャックとかキングクイーンの2オーバーならフォールドしてほしいですが、ワンチャン7ポケあたりの下ポケも考えられるのでコールしてもらってもどっちでもいいと思っていると相手はコールを選択すると相手のハンドは3ポケ。ナイス。これが正真正銘のラストチャンス。頼む、下ブレんな。そのままナイス。春ポーカーの勝利。イエーイ。ナイスダブルアップ。春ポーカーギリギリではありますがなんとか生きながら得ることができました。スタックは6万4000点にまで回復。ナイス春ポーカー。ということでダブルアップした後にテーブル変更してこのハンド6ポケミドルポジションからブラインドは先ほどから変わらず 1000、1500BB アンティ1500の状態です。春ポーカーは現在 36BB ぐらいを持っている状態。ローポケットということでブラインドスチールでも十分嬉しいので今回は 2BB オープンより少し大きめのレイズ3500点を選択しました。すると SB のプレイヤーまで全員フォールドして BB のプレイヤーがどうするか。ここで BB のプレイヤーはコールを選択。ヘッズアップでフロップに参ります。女オディーラー玉激アツフロップお願いします。ありがとう。ほんまありがとうな。春ポーカーはフロップでボトムセットを完成。相手はこのフロップに対してチェックを選択。 BB 側に有利なボードでもありますしスケアカードも多いのでもちろん CB は打っていきます。ですが春ポーカーはここで安めの CB を選択。ポジションもいいですし相手がドローでコールして引いたとしても対処ができます。というところで BB のプレイヤーがコールしてターンへ。ターンに落ちたのは4のクラブ。フラッシュだったり1枚ストレートが完成するようなボードではないので春ポーカーいいカードが落ちたなっていう風に思っています。ターンではスケアカードがさらに多くなったのとこちらがドローで大きく打つところに混ぜて春ポーカーターンでは大きく打とうと思っています。ですがここでまさかのドンクベッドが飛んできました。このベッドに対して降りる選択肢はもちろんないんですが現在の春ポーカーのスタックが4万点ということでオールインを返すか安めにレイズを返すかで迷っています。この安いドンクベッドのレンジとしてドローの可能性ももちろんあるなと春ポーカーを思っていましたがもうワンパターンとしてはワンヒット系が2オーバーに対してエクイティを確保しに来てるのかなとも思いました。ワンヒット系だとオールインを返してしまうとさすがに降りてしまうと思います。ここは6500の安いドンクベッドに対して安くさらにレイズを返すことでワンヒット系にもズルズルコールをもらえるんじゃないかなと思い春ポーカーはここでレイズ1万5000点を選択。春ポーカーがフラッシュトローだったり2オーバーで安くブラフレイズを返している可能性もあるのでそれを感知してコールしてもらいたいなと思っていると相手プレイヤーはコールを選択。10-5だけは絶対に落とすなと思いリバーへ。リバーに落ちたのは7のクラブ。最高のカードが落ちました。このリバーに対して相手プレイヤーはチェックを選択。フラッシュの完成や7のトリップスさらには春ポーカーの単純なブラフに対する相手のブラフキャッチそこら辺に向けてもちろんオールインをしようと思っていますがあえて時間を使ってここでオールイン。ポットが44500点に対して24500点のオールインなのでワンチャンエース9とかにもコールもらえるとは思っていますが相手はどうするか。スナップコールをしないのでおそらく相手はフラッシュを持っていないのかならばターンでドンクベットをしたことも考えて相手の本戦は9ヒット。
頼む、ブラフキャッチしてこい。相手は少し悩んでここでフォールドを選択。ターンでオールインを返す作戦もありでしたが、相手がワンヒットの場合マックスバリューが取れたんじゃないかなっていう風に思っています。もしも相手がドローなら春峰からターンでオールインしていた方が良かった。どっちの方がいいんやわかんねえ。次に行かせ春峰か。リバイしてからはなかなか調子がいい春峰か。続いてのハンドはこいつだ。クイーン10オブスーツ BB からブラインドは上がって現在1000、2000 BB アンティ2000の状態です。ボタンのプレイヤーまで全員フォールドで回って SB のプレイヤーがどうするか。ここで SB のプレイヤーはレイズ5000点を選択。クイーン10オフスーツ SB のオープンに対してはもちろんディフェンスできるなということで春峰はコールを選択すると、フロップはエースキング6の2スペードのボード。相手はこのボードにおいてスナップでチェックしたので春峰もチェックバックをしてターンに向かいます。ターンに落ちたのは6のクラブ。春峰ジャックを引いてストレートを完成させたかったですが、現状クイーンハイですが、一応クイーンハイでもショーダウンバリューがあるので相手がチェックした場合は再びチェックバックをしようと思っています。ですが SB のプレイヤーはこのターンにおいて長考されるので早送りにさせていただきます。相手は12000のポットに対してここでベッド1万点を選択してきました。このベッドにはかなりの違和感があります。相手が6を持っているレンジはかなり少なそうに見えますし、エースやキングでこんなに打たないと思います。仮にエースを持っていたとしてこのフロップが落ちたら大体 CB を打ちそうな相手です。現状春峰はハイカードのためすんなり降りてもいい。でも違和感がある。この相手のベッドはダウト1億。ポジションも勝ってるし、現状クイーンハイグッドの可能性も全然ありそうということで春峰コールを選択すると、リバーには2のクラブが落ちました。完全なラグなので相手がドローで打ってきていた場合滑っている形、クイーンハイグッドの可能性もあります。リバーでもう一発スコーンと打たれてしまったら春峰さすがにギブアップと思っていました。相手も春峰がクイーンハイでコールしているとは思わないはず。ターンでのコールは大体エースを持っていますというところで SB のプレイヤーがここでチェックを選択。このチェックはショーダウンバリューがあるハンドでショーダウンを目指したか、はたまたギブアップのチェックか。相手がショーダウンバリューがあるハンドでチェックしていた場合春峰が負けているので、このリバーでブラフチェンジするか迷いましたが、ターンでのデカベッドがブラフの場合クイーンハイグッドも全然あると思い、相手のハンド調査の意味でもここはチェックの方がいいかなと思いチェックを選択すると、相手のハンドは8号スーツ。春峰クイーンハイで神ブラフキャッチ。美しいっすね。負け犬の姿って美しいっすね。春峰ここで相手のベッドの違和感を見切り見事ハイカードでブラフキャッチに成功した。もうやっぱりハイカードでのブラフキャッチ一番気持ちいい。というところでナイスブラフキャッチを決めた後にこのハンド、キング10オフスーツ BB から現在ブラインドは1500、2500、BB アンティ2500ということで UTG プラス1のプレイヤーから 8BB ほどのオールインが飛んできている状態です。ボタンそして SB のプレイヤーまでフォールドして春峰のターン、早めのポジションからのオールインなので強いハンドのことは多いですが、相手自身結構やんちゃなプレイヤーということもありましたし、あと2ハンド待つことで BB と BB アンティを払わないといけないというところからある程度のハンドでオールインしている可能性もあるなと思い春峰コールを選択すると、相手のハンドはエースクイーンオフスーツ。負けてはいますが 8BB オールインということでコールして間違いはなかったでしょうというところで、フロップは激アツの10ヒット。ターンは9クラブ、リバーはジャックスペードということで順調にスタックは増やしていましたが、このショートとのオールイン対決に負けまたスタックを減らす形となりました。プリフロップの時点で勝率負けていましたが、こういうのを勝っていかないとトーナメント勝ち上がれません。次は上振れろ春峰というところで、先ほどのオールインでスタックを減らして春峰のスタックは現在6万点ほど 24BB ほどになってしまいました。というところでこのハンドジャックス BB からUTG プラス1のプレイヤーがここでレイズ5500点を選択。この UTG プラス1のプレイヤーはオープン頻度がめっちゃ高く、あまりハンドに対してのリスペクトはない状況でした。それに合わせてかここでミドルポジションのプレイヤーが3ベッド1万5000点を選択しました。春峰が持っているハンドはジャックス、これは少しややこしい状況となりました。 UTG プラス1のプレイヤーは異常にオープン頻度が高かったのでジャックスもちろん勝ってるだろうなと思っていましたが、このミドルポジションのプレイヤーは普通にプレイされていたのでミドルポジションに対して
しては勝ってる可能性も負けてる可能性もあるなと思っていたら、ここでまさかのボタンのプレイヤーがコールを選択。ミドルポジションが3ベットした際には春ポーカーコールをするかオールインをするかで悩んでいましたが、ボタンのプレイヤーがコールしたことによって状況はかなり変わりました。負けてる可能性がありそうなのはミドルポジションのプレイヤーのみ。ここでオールインをかましてスチールできた時の期待値は凄まじい。ここはかますか。万華鏡車輪ガンサすでに入っているポットの期待値も考えて春ポーカーはここでオールインを選択。プラス1のプレイヤーに関してはもともとはハンドに対するリスペクトはなかったですし、問題なのは3ベットしたミドルポジションに春ポーカー自身が勝ってるかどうかの勝負でした。もちろんミドルポジションのプレイヤーがエースキングだったりエースクイーンの可能性はあるので、そこにオールインだったりコールをされたとしても大概の確率でボタンのプレイヤーはその場合フォールドします。そのような状況になると 50% 勝負なのにボタンのプレイヤーだったりプラス1のプレイヤーのチップまでポットに入るので期待値は確実にプラスとなります。ここは思い切ってオールイン選択が望ましいんではないかなと思いました。春ポーカー自身 BB とポジションもないです。プラス1のプレイヤーに続けてミドルポジションそしてボタンのプレイヤーまでフォールドしてくれても春ポーカーうまうまな状況。3ベットされたミドルポジションのプレイヤーはこの春ポーカーの6万点オールインに対して重宝されていますが、かなり悩んだ後についにここでフォールドを選択されました。するとまさかボタンのプレイヤーがコール、そして相手のハンドはテンズ。考えもしなかった一番美味しい状況が来ました。あとは下振れんな、頼む。ナイス。マジラッキーすぎる。万華鏡車輪ガンのおかげか。くそ万華鏡車輪ガンの使いすぎで目が見えねえ。マジで目が見えねえんです。ここ入ってもよろしいですか？俺目見えないんです。あ、こっちもよろしいですか？人生は苦痛ですか？成功ということで春ポーカー超絶展開に恵まれ、テンズ対ジャックスの勝負でダブルアップし、さらにはサイドポットまで手に入れて14万点以上にスタックを増やすことに成功しました。ナイス春ポーカー。さっきのジャックスはマジで美味しすぎたなと思いつつ、次のハンドに行きたいと思います。トーナメントも終盤戦、テーブルも変更してかなりディープの人が増えてきています。というところでこのハンドキングクイーンスーツミドルポジションから、現在ブラインドは2戦4戦 BB アンティ4戦の状態です。というところで UTG プラス1のプレイヤーがレイズ1万点を選択。春ポーカーこの状況ではコールでもレイズでもどちらでもいいなっていう風に思っています。ホールドは少しパッシブすぎかなという風に思うので、トーナメント後半戦で少し怖い気持ちもありますがアグレッシブに攻めていこうと思います。春ポーカーはここで3ベット2万8000点を選択。 UTG プラス1のプレイヤーに対する3ベットなのでこちらのレンジも硬くなりがちですが、エースキングやキングスクイーンズのみだけで3ベットを返してしまうと3ベットレンジが簡単に透けてしまうので、ここら辺のキングクイーンスーツなども3ベットに混ぜていかないとなという風に思っていました。相手にもしコールされた場合、もちろんボードとは相談ですがキングとクイーンを抑えているのでキングスやクイーンズのアクションと混ぜてバランスを取っていこうと春ポーカーは思っていました。すると相手はここでコールを選択。ヘッズアップでフロップに参ることとなりました。デイ1も終盤戦でかなりブラインドも上がっているので慎重にプレイしないといけません。というところでフロップに参ります。フロップは882のレインボーボード。このボードに対して UTG プラス1のプレイヤーはスナップでチェックを選択。春ポーカー自身ドスベリしていますが、どちらかというとこのボードは3ベッター側に有利なボードと言えます。キングスやクイーンズでも安めのベッドを展開すると思いますし、春ポーカー自身バックドアフラッシュドローもあります。 CB に対してコールする相手のレンジとしてテンズやナインズは考えられますが、そこに対しても2オーバーあるので普通にまくれる可能性もあります。というところで春ポーカーは安めの CB ベッド2万3000点を選択。すると相手はここで素直にフォールドしてくれました。マジでありがとう。このフロップの安め CB ですんなり降りてくれるこの優しめの世界線一番幸せやわ。ブラインドがかなり上がって怖い面もありますが、春ポーカーしっかりとアグレッシブに攻めれています。ナイス春ポーカー。進出まで確実に近づいている春ポーカーですが、あと50名以上飛ばないとデイ2にはいけないのでまだまだ気は抜けません。というところでこのハンドエース9オフスーツ SB から、ブラインドは現在3000、5000 BB アンティ5000の状態です。初期スタックが3万点からのスタートなのでかなりブラインドが上がっていることがわかります。ここでカットオフ、そしてボタンのプレイヤーがフォールドされたので春ポーカーのターンとなります。ブラインドヘッズでエ
エースナインオフ2十分強いでしょうということで、春ポーカーはここでレイズ13000点を選択。 2.6BB ほどのオープンサイズを選んでいきました。すると相手はこのレイズに対してコールを選択。ヘッズアップでフロップに参ることとなりました。ブラインドスチールでもいいなと思っていましたが、コールなら全然 OK、 3ベッドじゃないだけ感謝。するとフロップはエース 10-8 の2ダイヤのボード。これはめちゃくちゃいいボードが落ちてくれました。春ポーカーはエースヒットに加えてバックドアでフラッシュドローだったりストレートドローが伸びる可能性があります。そのような状況を考えると高めに打たなくていいだろうというところで、春ポーカーは安めの CB ベッド1万1000点を選択。ドローにもヒット系にも広くコールをもらえる体勢を取りました。ですが相手はまさかのここでレイズ3万点を選択。もちろん春ポーカードローもついてしまっているので、このレイズに降りることはできません。春ポーカー自身オリジナルレイザーの時に安めの CB を使用することも多いので、エースを持っているかの確認レイズの可能性もあります。このフロップにて降りる選択肢はないのですが、レイズをしてしまうとやりすぎに感じます。ということで春ポーカーは正攻法のコールを選択。フロップの時点では春ポーカーかなり強いハンドを持っていますが、相手からレイズを返されている時点でもしもバリューレイズなら負けている可能性もあります。というところでターンは2のダイヤが落ちました。これは春ポーカーにとってかなり都合のいいターンカード。エースヒットに加えてナッツフラッシュドローまでつきました。春ポーカーはここでドンクベッドは打たずチェックを選択。引き続きチェックコール体制を取ろうと思っていますが、ターンでも大きく打たれた場合、このスポットかなりでかいポットになりそうだなと思っていたら、相手からベッド5万点が飛んできました。打たれて素直に喜べるようなベッドではありません。春ポーカーのスタックを考えてもリバーでちょうどオールインが飛んできそうなターンベッド額が飛んできました。もちろんブラインドヘッズではブラフも多くなりますし、春ポーカー自身ナッツフラッシュドローも抑えているのでコールしないといけないなとは思っているんですが、トーナメントが終盤に近づくにつれてバリューと同じようにブラフベッドを大きく打てるプレイヤーがそこまで多いとは思えません。そう考えるとすでにフラッシュ完成だったり2ペアもしくはセットなどを持っている可能性が高いんじゃないかなとも思いました。ですが春ポーカーここでは歯を食いしばってコールを選択。リバーでダイヤを引けなかったら素直に諦めようと思いました。するとリバーに落ちたのは2のクラブ。春ポーカーはナッツフラッシュを完成させることはできず、諦めてチェックをする選択にしました。オールインが飛んできたらさすがにフォールドしようと思っていましたが、ここで相手はチェックを選択。そして最悪やと言いながらテンパチハートハートを賞。春ポーカークソラッキー。すまぬことをしたな。ということでターンまでは春ポーカー負けていましたが、リバーで2のクラブが落ちたことによってかなりラッキーしましたが、19万1000点のポットを獲得。ここでなんとかアベレージ以上のスタックを築き上げることに成功した。ラッキーやけどナイス春ポーカー。トーナメントが終盤に近づくにつれて運も巡ってきて、マジでこのトーナメントあるぞと思っていたらこのハンドキングスミドルポジションからマジでキングスやんなって自分を疑って何度も見返しています。というところで UTG のプレイヤーがレイズ1万点を選択。それに対してプラス1のプレイヤーがコールを選択しました。そしてアーリーポジションのプレイヤーもコール。これはいきなりお祭り騒ぎ。春ポーカーはここでもちろん3ベッドを選択しようと思っています。かなり高い頻度で3ベッド、ほぼ毎回じゃないかなぐらいで3ベッドする人が自分の後ろに控えていた場合コール止めにすることもありますが、一般的なテーブルでこのハンドをコール止めにしてしまうと悪い結果を招くことになりがちです。トーナメント終盤戦ですが参加人数が多いこともあるので、春ポーカーはここで4倍レイズのリレイズ4万点を選択。唯一負けている可能性があるであろう UTG のプレイヤーは春ポーカーよりショートなので、4ベッドやオールインが飛んできても春ポーカーを降りることはありません。というかむしろ入れてきてほしいと思っていたら、ここでまさかの BB のプレイヤーからオールイン6万点が飛んできました。いや急にみんなどうした荒れすぎやろと思っていたら UTG のプレイヤーはフォールド。少し悩んで UTG プラス1、そしてアーリーポジションもフォールド。オラに元気を分けてくれ。うわー元気だな。すでに出していた4万点に対して上乗せ2万点ということで、もちろんコールを選択すると相手プレイヤーは苦笑い。春ポーカーがキングスをショーすると相手のハンドはテンズ。ナイス。とりあえず相手にエースがなくて安心する春ポーカー。ヘッズアップでのオールイン対決となりました。フロップは激アツのトップセット。でもストレートがやばい。危ねえ。ストレートは引かれず春ポーカーの見事勝利。オラに元気を分けてくれ。ナイスー。2連続続けて超特大ポット。
3000、5000、BB アンティ5000のこのブラインドでかなりスタックを増やす結果となりました。ここで気持ちよすぎるトーナメント休憩タイムとなりました。このままならいける。マジでかませるぞ、春ポーカー。ということでね、見ていただけましたでしょうか。激アツです。春ポーカー現在ね、40万点近く持ってます。アベレージが現在20万8000点なんで、もう最後に来てこれ2倍持ってるよ。途中までずっと自利品やったんですけど、ほんまリバイしてよかった。ってことで、現在残り180名。デイ1は参加人数の 11% が残れるので、138名残りかな。あと42人飛べば、春ポーカーデイ1を抜けることができて、さらにね、デイ2ディープで始めれるので、もうミステリーバウンジ取り放題だよ。引き続きかましていきたいと思います。トーナメントは特にバウンティーが大事なトーナメントなので、デイ2をディープスタックで始められるのはかなりでかい状況と言えます。なので積極的に攻めていきたいところ。そのような状況でこのハンド、ジャックインスーツ、カットオフから、ブラインドは現在3000、6000、BB アンティ6000の状況です。というところで、アーリーポジションのプレイヤーがレイズ14000点を選択。春ポーカー自身、ポジションもいいので、コールしても3ベットしてもいいなという風に思っていました。今回はバランスを見てコールを選択。春ポーカー自身、この状況に及んでも結構アグレッシブに3ベットを返していたので、そろそろリスペクトを失って4ベット返されてもおかしくないなという風に思っていました。4ベットを食らってしまうと、ジャックインスーツさすがに対抗できないので、今回はポジションもいいということでコールを選択していきました。BB のプレイヤーがコールするか悩まれていましたが、ここでフォールドしてヘッズアップでフロップに参ることとなりました。フロップは1073のレインボーボード。春ポーカー自身滑っていますが、2オーバーとバックドアフラッシュドローがある状態となります。というところで、アーリーポジションのプレイヤーがどうするか。アーリーポジションのプレイヤーはここで安めの CB、ベッド1万1000点を選択。ポットに対して 25% ほどのかなり安い CB となっています。レイズも考えましたが、単純に2オーバーもありますし、ポジションもいいので、今回はコールを選択。するとターンに落ちたのはジャックハート。サクッと春ポーカーは2オーバーのうちのジャックヒットを完成させることに成功。もうこんな都合のいい展開ばっかもらっていいんですかね。でもこういう時にトーナメントは勝てる。相手から再びベッドをもらえた時には、ガクと相談してレイズもしくはコールを選択しようと思っています。すると相手はまたもやここでチップを手にしているので、ベッドを展開してくるようです。ポットは現在6万5000点。そのポットに対してまたもや安めのベッド2万5000点を展開してきました。このベッドに対してはもちろん降りる選択肢はなく、コールをするかレイズをするか。春ポーカー自身ポジションもいいので、スロープレイでコール選択をしてもいいんですが、ターンのジャックハートによってオリジナルに絡みやすいウェットなボードにもなっているので、エースキングやキングクイーン、エースクイーンなどのドローハンドから取るならターンでのレイズが必要だなっていう風に思いました。コール選択ももちろんありなのですが、今回はベッドサイズが安いということもあるので、安めのレイズを返していこうと思います。フラッシュドローだったり、先ほども言ったような2オーバープラスストレートドローがついたところがコールしやすいような額を選んでいきたいと思います。あとは単純に10ヒットとかもコールをもらえたら嬉しい。春ポーカーは2万5000点のベッドに対してレイズ6万点を選択。 2.34 倍ほどの安めのレイズを返していきました。ポジションも買っているので、もしドローにコールされて引かれたとしても相手の動きを見た後に対処できるので、さほど怖くありません。春ポーカーもディープですし、相手プレイヤーもディープなので、ドローがあればガツッと取れることに期待して、悪いポジションでもタフコールしてしまうかもしれません。そこを逆に逆手に取ろうとする春ポーカー。自分のディープなスタックを餌に相手を釣っていこうと思います。自分が相手をどう見ているかだけではなく、相手が自分をどう見ているかも大事なのがポーカーというところで、相手はボールドして春ポーカーの勝利。正直レイズにコールは欲しかったですが、ベストムーブが取れたんじゃないかなっていう風に思います。ナイス春ポーカー。というわけでデイ1終了も残り5名ぐらいが飛べばという状況となりました。ちなみに春ポーカープレイしている時は知りませんでしたが、デイ2に進出した時点でインマネ確定となります。そのような状況でこのハンド、キングクイーンスーツミドルポジションからアーリーポジションのプレイヤーがすでに小さめのオールインをしている状況となります。現在ブラインドは4000、8000、BB アンティ8000の状況です。約 3BB ちょいのオールインということで、春ポーカーコールするかレイズをかぶせるかで迷っています。エースキングやエースクイーンを持っていたら春ポーカーレイズを返していたと思いますが、春ポーカーの後ろにもディープスタックのプレイヤーは構えているので、ここでレイズを返して人数を減らすというよりも事故を避けるためにコール止めの方がいいんじゃないかなっていう風に思いました。ということで春ポーカーはアーリーポジションのプレイヤーを飛ばしにコールを選択。後ろからデカめの3ベッドとかが飛んできたらややこしくなるから、それだけはやめてくれよと思いながら待っています。ここでカットオフのプレイヤーがこのオールインの額を聞いています。いやー、春ポーカーよりインポジションのところからいらんことされたらうざいなーと思っていましたが、ここで相手はコールを選択。コールならまあいいでしょう。それなりに強いハンドが入っているんだと思います。
ですがカットオフからコールが入ったことによって中途半端なスタックの人がオールインしてくる可能性は増えてきました。理由としてはワンコール入ったことによってスチールできた時の旨味が増えるからです。ここで長らく考えていたボタンのプレイヤーがフォールド、ショートのプレイヤーだったのでおそらく牛歩作戦を取っていたのだと思います。というところでワンオールイン2アクティブの状態でフロップに参りたいと思います。このような状況では少しポーカーの中でも特殊な状況となるのでそちらも加味した上で解説していきます。フロップに落ちたのはジャック7、8の2クラブのボード。春ポーカーはドスベリしているのでチェックで回します。先ほども言った通りこのようにショートからのオールインが入っていて2アクティブのような特殊な状況ではブラフの頻度が極端に下がります。理由としては現在作られている12万2000点のポットは3プレイヤーで作られたポットです。それに対して今2アクティブであるカットオフのプレイヤーと作られているポットの量は0、すなわち0のポットに対して無理にブラフをして下ろしに行く必要はないということです。リバーまで春ポーカーはきっちり滑ったので3発チェックを選択しました。基本的にこのようなショートオールインに対して2アクティブの場合は滑っていたら最後までチェックで回してお互いにボードを見切りショートのプレイヤーを飛ばしに行くという戦法をほとんどのプレイヤーが実行します。もちろんブラフをしても悪いことではないんですが期待値的には損してるよということです。というところでリバーでカットオフのプレイヤーから安めのベッド3万5000点が飛んできました。安いですが春ポーカーはもちろんフォールド、滑っていることもありますしブラフはありえない状況だと思いました。するとカットオフのプレイヤーはエース10スーツをショー、リバーでストレートを引いていたようです。ショートのアーリーポジションのプレイヤーはエース8オフスーツをショー、カットオフのプレイヤーの勝利となりました。もしも春ポーカーがフロップで CB を打っていた場合カットオフのプレイヤーは降りていたでしょう。その世界戦が生まれた場合謎にショートのプレイヤーが勝って春ポーカーはカットオフのプレイヤーを下ろしたけどもポットは一切取れずという結果が生まれていました。そしてカットオフのプレイヤーにお前何打っとんねんって言われてたでしょう。このようにショートからオールインが入っている特殊な状況では普段行っているポーカーの考え方とも少し違う考え方が生じてくるので冷静に判断してポーカーしちゃってね。ポットは失ったけど期待値は終えたぞ春ポーカー。春ポーカー通過しました。さすがにヤバすぎる。25万ドル一撃あるんで明日絶対ミステリーバウンティ取ります。はいということでね春ポーカーデイ1見事通過しました。上位 11% しかね通過できないのでそれだけでもすごいんですけどもなんとすごいのがねアベレージ27万3000点に対して春ポーカー今持っているのが41万5000点、なんとアベレージ 1.5 倍で通過することができました。今回ミステリーバウンティートーナメントなんでデイ2でチップ持ってるっていう状態がマジで大事、激アツですマジで。ということでね昨日アスカとゴーくんのお金を溶かしちゃって今回申し訳なくて出たんですけどもゴーくんとアスカやったよ、今から報告するからね。 LINE とかでもずっと言わんかったけど一人でテンション上がってたよ。マジで気持ちいい。今もう1時ぐらいなんですけど明日のね12時からスタートなんでもう早く寝て早く来たいと思います。ってことで春ポーカーうますぎるよね最近。今回のトーナメントで過去最高賞金取っていく。ここは一般的にチャンネル登録促すとこやけど俺はただ踊りたいだけ。